お世話になっております。まさるです。とうとうやってきました。二進数のお時間です。二進数に苦手意識持つ方多いと思うので、ぜひ頑張ってほしいところです。先に言っておきますが、二進数を最初から得意な方ってあんまりいません。得意な方の多くは練習を重ねて得意になった人たちです。なので、今回の動画だけで二進数マスターできなくても大丈夫です。一緒に少しずつ練習していって慣れていきましょう。それでは始めていきます。例えば10進数の10という値、これは2進数で1010、10進数の100という値は2進数で1100100と表すことができます。このように10進数の情報を見てコンピューターのように即座に2進数イメージできる人はまだ少ないんじゃないでしょうか。しかしネットワークエンジニアとしては2進数と10進数、この変換の知識は必須です。この知識がないと後々説明する IP アドレスの数などの計算ができなくなってしまいます。まずは2進数の概要を理解することから始めていきましょう。まずは2進数と10進数を並べてみました。左が2進数、右が10進数です。2進数の場合は0と1だけの2種類の数字しか存在してませんね。10進数の場合は言うまでもなく0から9の10種類の数字が存在しています。2進数は言葉の通り0と1の組み合わせで表現されています。各桁の数字が10進数でいうところの2になったら繰り上がっていきます。このように矢印で書いているところが今繰り上がっているところです。CCNA の試験では例えば10進数の100という数字を2進数で表しなさいのような問題が出題されます。問題を回答するときにこのような表を対応表として0から100まで作るのは現実的ではありません。効率よく変換する方法を知っておく必要があります。今回は2進数と10進数変換する方法を一緒に勉強していきます。代表的な方法は2つあります。まず方法その1、基準の数値を使って求める方法。方法その2、割り算を使って求める方法です。まずは1、基準の数値を使って求める方法について学習していきます。基準の数値というのはこれです。1、2、4、8、16、32、64、128。この数字を基準の数値と言います。本動画では基準値と呼ぶことにします。この基準値は各桁に2進数の1が入ったときに基準値である10進数のこの数字が存在することを表します。例えば2進数の1桁目に1が入れば基準値も1なので10進数でも1を表しているということになります。その他の例としては例えば1010といった2進数の並びがあれば8と2が存在することになるので合わせて10ということになります。この基準値さえ覚えてしまえばかなり楽に2進数と10進数の対応関係を理解することができそうですよね。では実際に変換する問題をやってみようと思います。10進数の100を2進数にしなさい。このような問題があったとします。その時にはまずこの基準値を思い浮かべましょう。1、2、4、8、16、32、64、128。この並びです。そして100という値を基準値と比べていきます。比べ方は比べる値が基準値より小さければ0、比べる値が基準値以上なら1を各桁に入れていきます。実際にやっていった方が分かりやすいと思うのでやっていきますね。まずは10進数の100と基準値128を比べてみましょう。100は基準値の128よりも小さいので0が入ります。次は基準値の64と比較します。すると100は基準値の64よりも大きいので1を入れます。そしてここがポイントですね。100の中の64をこの1という数字で表現できたことになるので100から64を引いてあげます。残りは36ですね。これ以降は36と基準値を比べていきます。36と32を比べてみましょう。すると36の方が大きいのでここは1になります。36の中の32をこの1という数字で表現できたことになるので36から32を引いてあげてこれ以降は4という数字と基準値を比べていきます。
4と16を比べると16の方が大きいので0。4と8を比べて8の方が大きいので0。そして次、4と4を比べます。すると基準値と比べている値が同じになりました。この場合も1を入れてあげてください。4の中の4という数字をこの1で表現できたことになるので、残りは0ということになりますね。残りは0なので、すべての2進数、残りの桁も0にしてあげてください。これで変換完了です。確かめたいときは、基準値を全部足して元の値と一致するかを比べてみてください。今回は64と32と4を足してみて100になっていれば正しく変換できていることになります。これが方法1、基準の数値を使って求める方法です。次、方法2を見ていきましょう。方法2は割り算を使って求める方法です。これも実際やってみた方がわかると思うのでやっていきます。方法2は10進数を0になるまで2で割っていき、余りの数字を下から並べる方法です。ではやっていきます。まずは10進数の100を割る2します。100割る2は50。余りは0です。次、50割る2イコール25。余りは0。次、25割る2イコール12。ここで初めて余りが出ました。余りが出た場合は余り1としておきましょう。次に行きます。12割る2イコール6。余りは0。6割る2イコール3。余りは0。そして3割る2イコール1。ここでも余りが出ます。余りが1ですね。注意してほしいのはここで終わらないことです。10進数を0になるまで2で割っていきます。今は1なのでまだ終わってはいけません。最後に1割る2イコール0まで行ってください。これも余りが1ということになります。ここで10進数が0になったので割り算終了です。最後にこの余りを下から並べていくと1100100となり、10進数の100を2進数で表した数値になっています。この方法でも10進数から2進数で変換することができます。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきます。今回は2進数と10進数の変換について一緒に勉強しました。変換方法2つお伝えしたんですけど、皆さんどっちが好きですか？どちらか自分がやりやすいと思った方で大丈夫です。一般的には方法1の方がイメージしやすくて簡単なんだけど、基準の値を書いたり準備したりする必要があるので、大きい桁を変換するときにはちょっと大変といった意見があります。方法2の方はイメージがしにくいんだけども、桁数が大きいときには方法1よりも早く変換できるという意見があります。試験においてはどちらの方法でもあなたがやりやすい方でやってもらえれば問題ありません。やりやすい方で練習していってください。最後に完全に余談なんですが、実務においては2進数を自分で計算してはいけませんという話をしておきたいと思います。2進数の計算間違いで想定と違う動きになってしまったというのは結構あるあるなんですね。実務においては必ずコンピューターに計算してもらいましょう。手軽な方法ではパソコンの電卓機能が便利です。電卓立ち上げてプログラマーを選択してもらえれば簡単に10進数、2進数求めることができます。ここの DEC と書いているところが10進数の値、BIN と書いているのが2進数の値。今回勉強してないんですけども、16進数の値はここの HEX というところで求めることができます。コンピューターの方が素早く間違わずに計算することができるので、コンピューターの方が得意なことはコンピューターにお任せしましょう。それでは今回は2進数について一緒に勉強しました。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。